岡部元信の最後。どうする家康に学ぶ日本史。高天神城に散った忠義の武将。岡部元信は今川義元の重臣として桶狭間の戦いで徳川家康と共に織田信長と戦った。しかし後には元信と家康は高天神城で死闘を繰り広げ、元信は壮絶な災を遂げるのである。岡部元信の生涯を詳しく見ていこう。岡部元信の青年は不詳だが、徳川家康よりも30歳ほど年長であったようである。岡部氏は鵜殿氏と同じく今川氏の海賊衆水軍として仕えた。1548年天文17年の第二次小豆坂の戦いや翌年の安城城の戦いでも元信は活躍している。1554年天文23年に高祖孫三国同盟が結ばれると、理由は不明だが元信は一時武田信玄のもとに身を寄せていたようである。当時元信は元綱と名乗っていたが、その性格を愛され信玄から信の一字を賜り元信と改名している。再び今川氏に復帰した元信を義元は織田氏攻略のために大高城のそばの鳴海城に配置する。海に隣接する大高城には鵜殿長照を置いて、義元は伊勢湾を水軍で抑えようと考えたのである。共に水軍の扱いに手慣れた鵜殿氏と岡部氏で伊勢湾の水運を制圧して織田軍を殲滅しようと義元は1560年永禄3年に挙兵する。ところが桶狭間で吸収された義元はあっけなく織田信長に討ち取られた。岡部元信は義元が討ち取られた後も鳴海城にとどまり、大高城の徳川家康と共に織田軍と戦い続けている。そして元信は鳴海城と引き換えに今川義元の支給を要求して信長に認めさせた。義元の支給を手厚く棺に収めた元信は棺とともに堂々と鳴海城から立ち去り駿府へ帰還している。岡部元信の名声は一挙に高まり、義元の後を継いだ今川氏真は元信に感情を与え褒めたたえたという。その後も元信は武田氏と徳川氏から攻められて落ちぶれる氏真を最後まで支え続けた。しかしついに氏真は駿府を追われ、戦国大名としての今川氏は滅亡する。武田氏に降伏した元信を信玄は温かく迎え入れている。信玄亡き後も武田勝頼が元信を武田の海賊衆水軍の長として重用している。岡部元信は1579年天正7年海上に接する遠州の重要拠点である高天神城城主に抜擢されている。高天神城を取った者は遠州を制すると言われ、この海に面した城は要衝であった。ところで武田信玄は死に際して武田勝頼に3年間はもう伏せ、国外に出て戦うなと遺言した。桶狭間の戦いの後、徳川家康が高天神城を手に入れていたが、勝頼は信玄の遺言を無視して1573年天正元年
1万5,000の兵で攻めてこの城を落城させている。信玄でさえなかなか落とせなかった高天神城をわずか6日で落城させた勝頼は有頂天となった。武田勝頼は信玄の遺言を無視して死後も積極的に領土拡大を図ったが、兵端を広げすぎてやがて破綻する。結局この拡大方針が命取りとなって武田氏は没落していくのである。織田徳川連合軍は1575年天正3年に長篠の合戦で武田勝頼を下すと、高天神城の奪回に取り掛かった。家康は元信の高天神城の守りが固いことを知ると、1579年天正7年周りに6つ目の砦を築いている。そして翌年には城の周囲に広く深い土塁を築き、アリ一匹這い出ることがないほどに包囲して高天神城を兵糧攻めにした。岡部元信は武田勝頼に救援を求めたが、勝頼は北条氏に阻まれて救援に向かうことができなかった。城内では草をはむなどして2年余りを元信たちは飢えに耐えたが、多くの者が餓死する悲惨な状況となった。そして1581年天正9年3月、この時すでに70歳を超えていた元信はついに残った兵士で城外へ打って出る覚悟を決めた。最後の夜にわずかの酒で終焉を催した元信ら700人余りの武田軍は翌朝に城門から手薄な敵陣めがけて突撃する。徳川方は大久保忠世やその弟大久保彦左衛門忠敬が迎え撃った。忠敬は真っ先に突っ込んできた老人が元信とは知らずに太刀で傷を負わせると、背後の者に首級を上げさせた。ところが首実験でその首級が元信の首であることが判明する。大久保彦左衛門忠敬は後に執筆した三河物語の中で、岡部元信を撃った手柄を迂闊にも取り逃がしてしまったことを悔しがっている。この戦いで岡部元信以下武田軍の兵士600数十名が玉砕した。武田勝頼は岡部元信たちを見殺しにしたことでさらに威信を失い、翌1582年天正10年に天目山で自尽して武田家は滅亡した。岡部元信の弟もしくはいとこだとも言われる岡部正綱は武田氏滅亡の後は徳川家康に仕えた。そして岡部正綱の子孫は下総山崎1万2,000石を振り出しに岸和田5万3,000石の大名となって幕末を迎えている。